こんにちは。今回は BB 戦士ゴッドガンダムの筆塗り塗装作業を行います。まずはゴッドガンダムの胸部を塗装します。はじめに塗る色は赤色。使用した塗料はモンザレットになります。モンザレットを使用する範囲は胸部の下側なので、できるだけはみ出さないようにしながら塗装をします。赤色を何度も塗り重ね、塗面に色ムラがなくなるように塗装していきます。塗面を俯瞰で見て、色ムラが見当たらないようであれば赤色の塗装は終了です。続いて胸部の上側を塗装していきます。ここの塗装に使用したのはクレオスのガンダムブルー。ガンダムタイプの青色塗装に使用するのには無難なチョイスだと思います。この青色は寒色なのにもかかわらず隠蔽力があまりないため、根気よく何度も塗料を塗り重ねましょう。先ほどの赤色と同じで、塗面に色ムラがなくなるまで青色を塗りましょう。塗装時に発生する筆ムラは気にしないでも OK です。続いてバルカンを格納している部分を塗装します。この塗装に使用した色はスタデルカラーベースコラックスホワイト。隠蔽力が高い白色の塗料になります。白色は塗装の状態が見えづらいですが、しっかりと色ムラがなくなるまで塗装していきます。続いてバルカンの先端を塗装します。この塗装に使用した色はスタデルカラーベースアバーランドサンセット。穂先が細い筆に少量塗料をつけ、他の部分に塗料がはみ出ないように慎重に塗装します。さて、大きいパーツを塗装し終えたら胸部の細かいパーツを塗装していきます。細かい部分の手を抜かず丁寧に塗装していきましょう。塗装が終了したら墨入れを行います。墨入れに使用したのはタミヤの墨入れ用塗料ブラック。この塗料を胸部のモールドに流し込み、パーツにメリハリをつけていきます。塗料が乾燥したらエナメル溶剤を含ませた綿棒でモールドからはみ出た塗料を拭き取っていきます。細かいパーツも忘れず墨入れを行います。
墨入れが終了したら胸部の塗装作業は終わりになります。良い感じに仕上がりましたね。続いて頭部の塗装を行います。はじめにアンテナの塗装を行います。この塗装に使用した色はシタデルカラーベースアバーランドサンセット。黄色の塗料は隠蔽力がかなり低い色ですが、このシタデルカラーベースは大きいパーツを塗装する際でもストレスなく塗装できますね。塗装を何度も繰り返し、黄色の塗面に色ムラがなくなればアンテナの塗装は終わりになります。続いて頭部の塗装を行います。まずはくちばし部分の塗装を行います。この塗装に使用した色はクレオスのモンザレット。はじめに大きいパーツを塗装してから細かい部分を塗っても良いのですが、今回はなんとなく小さいくちばしから塗装してみました。くちばしを塗装し終えたら頭部の大きい面積を塗装します。この塗装に使用した色はシタデルカラーベースコラックスホワイト。先ほどの胸部パーツと違い、塗装する面積が非常に大きいため色ムラが出ないように何度も丹念に塗料を重ねていきましょう。頭部の白色を塗装し終えたらバルカン部分の塗装を行います。この塗装に使用した色はシタデルカラーベースアバーランドサンセット。頭部の上側についているバルカンは平筆で塗装して、頭部の下側についている小さいバルカンはお先の細い筆を使用して塗装します。塗料がはみ出てしまった場合はコラックスホワイトをはみ出た部分に塗装してきれいに修正していきます。続いてメタリックグリーンを使用して頭部にあるへこみモールドに色をつけていきます。このような細かい部分にもしっかり色をつけることで完成した際のクオリティが向上すると思います。塗装が終了したら墨入れを行います。墨入れに使用した色はタミヤの墨入れ用塗料ブラック。この塗料を頭部のモールドに流し込んでいきましょう。続いてタミヤエナメルフラットブラックを使用して墨入れ用塗料では色をつけきれない部分に塗装をしていきます。塗料が乾燥したらエナメル溶剤を綿棒に含ませてはみ出た塗料を拭き取っていきます。フラットブラックで塗装した部分はなかなか拭き取れないので
初めに塗った白色が剥がれないように力を入れないで丁寧に作業しましょう。墨入れが終了したらゴッドガンダムの塗装作業は全て終了になります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もゴッドガンダムの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?